お父さん、じゃあ質問していきます。はい。まずですね、このお仕事、長くやってらっしゃると思うんですけど、どれぐらいですか？そうですね、20歳から始めましたので、今年で58年目になりますね。そうですか。今年78歳だから。77、まあ77になりました。そうですか。そう、58年ってすごい、どうですか？一緒長かったですか？そんな悪は感じないですね。もう日々が勉強ですのでね、食の世界は。そうですか。20歳の時に修行に入られた。そうです、はい。で、独立されたのは独立は35歳ですね。はい。まあ10年約束で入門したんですけども、結局まあ私が辞めると、師匠も自動的に辞めなくてはいけなかったので、だから、それが15年になりました。はい。そうですか。その間、師匠は何も教えてくださいました？そうですね。ほんまにもうした仕事ばっかりあげてくれてもね、もうこの後ろの担ぎなんて触ったこともなかったですね。15年間一度も。一度も。じゃあもう、いいと覚えろみたいな。だからもう独立した時は大変でしたね。もう失敗の連続で。あげてもくれても失敗ばかりで。でも、なんかこう、自分でできるっていうような喜びとか。ですね。まあそれだけに、まあ、達成できた時に、充実感が多かったね。じゃあ、初めの頃はずーっとお仕事されてました。一日中っていうか。そうですね。はい。まあその当時はやっぱり、とっても需要が多くて、ほんまにもう仕事が本の山積みでしたからね。それぐらい仕事がありましたから。はい。どんなものを作ってらっしゃいました？主に大学の学術図書の学本製本ですね。それとあとは業績集だとか、先生方の。そして論文、卒論から修士論文、そして学位論文まで。それが主だった仕事です。はい。じゃあ、どっちかというとオーダーメイドっていうか。いや、オーダーメイドじゃないですね。もう、一日やっぱり、この製本は、本に一応なってるものをちゃんとした、それを一旦壊して、まだ再製本しますので。はい。はい。はい。お作りになってた製本の種類？はい、上製本とか。もうほとんど100%上製本。そうですか。はい。上製本ってどんなものかって上製本っていうのは、定義っていうんですか、本書を中閉じしまして、そして刃のカバーを使って、そのカバーに、箔押しをする。それが、基本的な上製本の形ですね。はい。もう、たくさん工房に、こう、味わいのある道具があるんですけど、この辺は師匠からって言ったら。もう道具類はすべて師匠から譲ってもらったものです。そうですか。じゃあ、それが退職金の代わりとか。そうですね。もう給料自体もほんまにもう、味はもう見習いというみたいな形で。はい。だから、それがありましたから、結婚もやっぱり遅れまして。でもできてよかったです。そうね。全部現役っていうのにも驚くんですけれど、やっぱり大事に使ってこられたんですか？そうですね。やっぱり道具類はね、貴重なものですからね、今もこれ欲しくても手に入らない道具類ばっかりですから。はい。活字もですか？活字は特にやっぱり、今もね、ほとんど生産できませんので、特に注意払って使ってますからね。はい。あと、この印象深いのはですね、師匠からのこの、ね、道具なんですけど、これ、ちょっと説明をしてもらって、ちょっと持ちながらお話ししてもらえたら、それはどんな道具かっていうご説明をちょっといただけますか？これは、背中、上製本というのは、
必ず背中に丸み、いわゆるラード、丸みをつけますから、その丸みを出した後に、紙をこの金槌を使って寝させていくんですね、裏表に。丸みの、頂上から左右に振り上げて寝させていって、そして本の耳っていうのがあるんですけども、裏表に表紙をはめ込むための、その耳を取るためには、紙を寝ささないためには、寝ささないと耳が取りませんので、はい。そしてなぜ叩くかと言いますと、本の割れを防ぐという効果が大きいんですね。それの道具で、そうですね。ちょっと、師匠からいただいたんですよね。そうです。すべて道具は。で、すごい。もうね、師匠が私から数えるとやっぱり70年、80年使ったものですから、はっきりこの指の形がついてましてね。これには皆驚かれるね。ご自分の手の形に馴染んでしまう。もういつも持つ位置が決まってますのでね、握り方がね。だからこの溝も、もっとほんまに2倍、3倍の深さがあったんですよ。この溝は紙を引っ掛けるために、ツルツルすると紙が引っかかりませんから、だから紙をこの溝で引っ掛けながら紙を寝させていく。これもやっぱりほとんど部門的にはもうね、溝なくなってますから。これは歴史ですね。大事な相棒ですね。そうですね。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、あとは、今ですね、お仕事は、現在は、いや、基本的には変わりませんね。ですか？オリジナルのノートとか。はい、それはもう去年から始めた。去年ですね。もう本業がね、ほんまにもう、極端に、もう 10% ぐらいまで落ち込みましたから、全盛期。はい。いつ頃に落ち込んだんですか、それは。もう10年ぐらい前から、だんだん年々落ち込んでいきましたね。今も全盛期の 10% あるなしですね。はい。そこで、娘がちょっといろいろ考えてくれまして、ボケ防止の意味もあるんですけどね、それでこういった手作りのノートを作り始めて、そしてワークショップも始めたんですけどね。はい。それが好評でね。はい。ワークショップはたくさん人が来られますね。去年も、累計400人超えで1年間ね。はい。外国はやっぱり、主に欧米、アメリカ、カナダ、オーストラリア、あと、韓国、中国、ヨーロッパ3国。すごいですね。イギリス、フランス、ドイツ、このあたりが大体中心ですね。はい。そこにやっぱり欧米からも、ロシアからも来られますし。はい。その時は英語で英語は私はもう全くできませんので、必ず娘が通訳に入ってくれまして、非常に助かってます。はい。参加される方の反応はどんな感じですか？とにかく千葉にこの作業場に入って、この風景に皆さん驚かれますね。今までに見たことないという風景ですのでね。はい。それは日本の方に取材ないですか？それはそうですね。はい。特に外国の方は、やっぱり珍しく、写真も撮っておられますけどね。はい。すごいな。じゃあもうだいぶ教えるのは慣れましたか？そうですね。初めはやっぱりね、自分が、喋れないことで、ちょっとやっぱり緊張もありましたけども、この頃はどういった方が来てくれるのかなと思って、それが非常に楽しみで、心待ちにしてるんですけど。なるほど。それ以外にですね、大学生に教えてはるっていうのはもう10年前からちょうど京都聖学大学から講座がかかりまして、学校へ来てもらって、本属で教えてもらえないかということで、はい。毎年行って、それから3年前からまた、田辺の京都女子大学、そこにも話がまた来まして、そこにも教えに行っております。どうですか、学生さん教えるのは？そうですね。若い人相手ですから、特にやっぱり
女性が多いのでね、そういった意味でも、まあ、楽しく。お仕事に逆に刺激がもらえるって思いました。そうですね。特にやっぱり、美術系の生徒ですので、今まで私一体考えてもみなかったようなことをいろいろ逆に教えてもらったり、いろいろ吸収できますね。そういったことでは新しいことをね。はい。いいですね。じゃあ、他にも一般の方が水本頼みに来られたりすると思うんですけど、お客さんが魔法を作りたいとかまあ、素人さんも結構多いんですけども、中にはやっぱり作家さんもね、結構来られて、みんな画流でされてますから、作家さんといえども。だからやっぱりちゃんとした水本の基本をマスターしたいことで来られますね。その作家っていうのは水本作家さんですか？そうです。水本作家さんですね。他にもアーティストの方とか。まあ外国の方は、ゲストの方はやっぱりデザイン系の方多いですね。そしてあと、写真家、特に今後はプロのカメラマンがね、結構出入りされますので。だんだんそういう方もここに来られるようになってきて。そうですね、もうほんまにつながりができまして、はい。自分にありがたく思って。そうですね。はい。スカートさんも今でもや現役でお会いするんですか？いやいや、もうやっぱりね、年の関係でね、ものすごい激しくなってきましたので、ほんまに状態に言うと、昨日のこともほんまにも忘れてるような状態で仕事しててもやっぱりミスが増えてきましたのでね、あとまあ、何年できるかなと思ってるような。感じですか？でも、できる限り。そうですね、まあ、元気で手が動かれるのは、まあ、僕の防止のためにもしていこうかなと思ってるんですけどね。思ってくださいね。ありがとうございます。